すみれ、最近のニュースで気になることがあるんだけど。何が気になるの？それはね、お金をケチって動こうとするムーブについてなんだけど、社会経済的にはどう思う？ああ、お金を出すべき場所で出さずにケチるという行動ね。それは確かに問題だと思うわ。特に報酬を払うべきところでケチると、その業界の発展にも影響が出るからね。そうなの？具体的にどういうことがあるの？例えば、YouTuber が絵師や編集に対して金を渋り散らかすということがあるのよ。それをやっている人たちは、本当にケチだと思われてしまうわ。それって個人だけの問題じゃないの？実は、地方自治体でも同じようなことが起こっているのよ。北海道の苗町がその一例なの。地方自治体がケチって金渋るなんて、それって大丈夫なの？それが問題なんだよね。ちょっと前に話になってた話なんだけど、この町は熊撃ちハンターに対する報酬をケチろうとしていたの。それって命がけの仕事じゃない？まあ、そうなのよ。ぶっちゃけ金がないなら他の予算をケチってでもなんとかしなきゃいけないのに、この町が熊撃ちハンターに要求した金額は、なんと1日あたり8500円だったのよ。それって安すぎない？いくらお金がないからって、命をかけて8500円ってちょっと考えられないわ。せめて1万円はもらわないと命をかける価値がないわ。それに、苗町が地元猟友会に提示した金額は、発砲した場合でも1万300円だったのよ。それってちょっとバカにしてる感じがするよね。ちなみに、参考までに言っておくと、札幌市は普通に報酬2万5300円、捕獲、運搬したら3万6300円、このほか島牧村とかだと1日2万6900円、緊急時4万3000円で、なんなら捕獲報奨金が10万円とかそんな感じらしいの。でも、これって特におかしな話でもないよね。そうなのよ。でも、それが8500円からって言われたら、バカにされているとしか思えないわよ。それは確かに、そもそも命の危険があるし、誤射したら法的責任もあるよね。それが8500円ってちょっとおかしいよね。だから、そんな金額で熊退治なんかできるかよっていう当然の理由で、地元の猟友会は出動を辞退したんだけどね。今のところ、自治体がケチすぎて話にならないっていう印象しかないね。でも、なんでこんな話を今更し始めたのかっていうと、出たのよね、熊。そりゃ、まあ出るよね。最近、餌が豊富で全国的にクマの数が増えてるみたいだもんね。それにしても怖いわよね。ヒグマが出てきたって言うんだから。ちなみに、12日の朝7時にクマに頭が見つかったってことらしいわ。親子？それとも兄弟？もし、前者なら地獄だね。それが、どうやら、親子ってことらしいのよね。うわ、超やばいじゃん。そうなのよ。なんせ子育て中の母グマは気が立ってるから、普通に危ないのよ。それが街に出たって結構怖いよね。人食いに慣れてなきゃいいと思うけど。でも、慣れているクマも出てきてるっていう話で、実際、住宅から300メートルの地点に出たらしいから、だから割と危険要素しかないのよね。怖っ。マジで8500円とか舐めたこと言ってる場合じゃないでしょ。まあ、そうね。ちなみに、町側は、猟友会に連絡したけど連絡がつかなかったから、警察とか町の職員に加えて、長年無報酬で協力してもらっている地元のハンターに出動を依頼した、とか言ってるんだって。それが良くないよね。無報酬で協力するのが当たり前とでも思ってるのかね。普通に報酬は耐えるべきで、仕事を無報酬でやれっていうのは絶対にやっちゃいけない話だよね。そうなのよね。でも、町側は費用を抑えて極力金を出したくないと考えているのかもしれないけど、少なくとも市町村で収入がゼロなんてことはないんだから、熊うちに予算避けよっていう感じではあるわね。でも、お金をケチって回るのはちょっとどうかと思うよね。あ、ちなみにこれ、猟友会が義務で働いているならいいけど、別に協力する義務とかそういうの一切ないからね。ないの？勘違いしている人もいるけど、基本的に応じる義務は一切ないの。猟友会っていうのは、あくまで狩猟が趣味の人たちの集まりで、当然受け合い義務はないし、やるにしてもそれ相応の謝礼は払えよって話なのよ。趣味を無報酬、低報酬でやれって無理強いされるのはなんか違うよね。そうなのよね。町側は、猟友会が協力しなかったからいけないんだとか言いたいのか知らないけど、お金を積まなかったやつが悪いんであって、一切、猟友会は悪くないのよ。そうだよね。普通に金払えばいいのに。町長は何を考えてるのか知らんけど、普通に金は詰め、住人が死ぬ前に、なんだよね。っていうか、100歩譲って町の財政が危機的状況だったとしても、じゃあ、
クマの駆除できなくてもしょうがないよねっていう状況じゃないからね。これ町議会議員報酬削るなり町長の報酬削るなりいくらでもやるべきところはあるだろうから、マジで他のものを削ってでも報酬は避けよっていう話だわね。でも予算削減ってアホなこと言い続けた結果がこれって感じするよね。正直実際のところはどうか分かりかねるけど、お金なのか命なのかっていう選択でお金を取ったってそう思われかねないものね。でもおかしな話だよね。交渉決裂したのになんで今更猟友会に電話して助けてもらおうと思ったんだろうね。それはね、緊急ならやってもらえるとでも思ったのかもしれないわね。でもちゃんと報酬は払え、そういうことよ。でもまあある意味日本全体の問題っていう話もないことはないよね。ただでやってくれ、儲けはなしで頼む、そういうアホなやつの典型がこれってことだよね。ほんと良くない風習だわね。少なくともクマなんて車乗ってても恐ろしいわけだし。そういえばクマが突進してきて車がへこんだみたいな話があったよね。あったわね。今年の4月に突然クマが軽トラに猛突進してきてワイパーが壊れ、フロントガラスにも大きなひびが入ったりとか、すごく怖いよね。当然こんなんで体当たりされたら人間はたまったもんじゃないわけなんだよね。そう考えると正直マジで8500円はないよね。仮にこそが深刻だったとしても県庁に掛け合うとかそういう話はしないとダメなところでしょ。まあ人口減少が進んでいるから過疎地からどんどん人が出ていっているというところはあるかもしれないから、クマが今以上に増えたりとかしたら被害が大きくなる可能性は今後もあるかもしれないね。そして人が減ったらその分野生動物が増える可能性はあるかもしれないね。でもその町から人がいなくなるわけじゃないんでしょ。じゃあある程度野生動物の数を絞るってのは必要なことなんじゃないの？正直これが自然保護区と人の居住区を完全に分けて住民の移住が可能だっていうなら、まあ別にクマの駆除なんてやる必要ないと思うけど、でもぶっちゃけ現実的じゃないし、そういうことやるわけにもいかない。いやそれができないから結局駆除するしかないのよね。襲われたらとんでもないことになっちゃうし、共存共生とかできるような種じゃないもんね。だから正直もう趣味でなんとかなるような次元でもなくなってきているし、そこそこ高級鳥でマタギのような人たちを国家資格にするみたいな感じにする必要はありそうだわよね。ここ近年各地でクマの目撃情報も多数あるわけだし、それで道民の生活が安定するなら必要になりそうっていう感じではあるよね。そりゃ町側はクマが出たら教師とか保護者が子供の引率をしてうんぬんとか言っているけど、ぶっちゃけただの一般民にクマと戦うだけの戦力なんてあるわけないんだから、住んでいる住民が安心して住めないようなことはやるべきじゃないわよ。ほんと、町長とか町議会の人は今からでもお金積むなり県に相談するなりしてお金を出すべきだよね。じゃあ今日はこの辺で終わりにしようか。みんな最後まで見てくれてありがとう。今日はあまりにもクソすぎる報酬をつけて猟友会と折り合いがつかなかった自治体にクマが出たというそんな話について紹介したけど、どう思ったかな？動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。